皆さんこんにちは。今回の動画では前回の動画に引き続き中央ヨーロッパ周遊の旅の後半編をお届けします。美味しいご飯やおすすめの観光スポットなど紹介しているので、よかったら最後まで見ていってください。お店やツアーの情報は概要欄にも記載してありますので、そちらもチェックしてみてください。高評価やチャンネル登録はすっごく励みになりますので、よろしくお願いします。おはようございます。ブラチスラバのホテルをチェックアウトして、ホテル近くのカフェに朝ごはんを食べに来ました。今日は3時過ぎまでブラチスラバをゆっくり観光したいと思います。まずは高台に見えているブラチスラバ城に行きます。ブラチスラバには地下鉄がないので、こんな感じでバスやトラムが街中にはたくさん走ってます。この日は28度くらいまで気温が上がったので、登るだけでヘトヘトです。途中に不思議な像もあります。息切れの末到着。思ったよりめっちゃ真っ白。お城の正面からはドナウ川を見下ろせます。オーストリアとの国境はどの辺かよくわかんないですね。お城は9世紀に建てられましたが、何度か改築再建を経て今の姿になっているそうです。中が博物館になってるみたいなので入ってみます。中庭は広々としてて相変わらず白いです。ここで日本人のご夫婦に話しかけていただきほっこりしました。ピーチ姫が住んでそうな内観です。このお城にはマリー・アントワネットの母でもあり、かつハンガリーの女帝でもあったマリア・テレジアさんも住んでいたそうです。4階建ての各階にはお城にまつわる絵画などが飾られています。1時間ぐらいで十分回れました。帰り道の景色では緑の屋根の建物の聖マルティン教会とその奥に広がる旧市街がとても綺麗です。そして改めて見ると道路も広くて近代的な一面もあります。右側の大きい道路にかかる橋を渡って旧市街の方に歩いていこうと思います。左手の聖マルティン教会ではハンガリー時代に王妃の戴冠式も行われていたそう。旧市街を囲むような形である砦の中をくぐって町の中心部へ向かいます。Google マップで 4.9 の評価だった江戸前寿司屋さんが気になります。これは多分なんかのパンのキャラクターっぽくてゆるい。有名なマンホールおじさんはこちらです。ここがブラチスラバの中央広場っぽいです。市庁舎やカフェやレストランが立ち並んでます。奥に見えるのは1300年代に建てられた城壁の門です。ランチがてらテラス席で休憩をします。お友達はスープパンを食べてました。あっという間に3時になったので、ホテルで荷物を取ってバス停に向かいます。このバス停の周りには高層階のビルもいくつかあって、結構都会な感じです。地上より上がショッピングモールで、地下にバスターミナルがあります。ターミナルはかなり広いので、15分前くらいには着いておくことをおすすめします。私たちはフリックスバスというバス会社を使って3時間ほどかけてハンガリーのブダペストに向かいます。寝てたらあっという間にブダペスト到着です。まずは地下鉄でホテルに向かいます。ブダペストは結構車の量が多くてびっくりです。散策して晩ご飯食べます。こちらはヨーロッパ最大規模かつ世界で3番目に大きいシナゴグです。中は豪華なステンドグラスやタイル装飾がたくさんあり、とっても綺麗だそうです。とにかくお腹がペコリンチョなのでご飯を食べます。
ハンガリー料理を提供しているカジュアルめなレストランに来ました。ハンガリーのビールシュプロニと都会ワインをいただきます。とりあえず名物っぽいものを全部頼みました。この淡水魚のスープが臭みなくてすっごい美味しかったです。そしてエビフライに久々に出会って感動しました。おはようございます。とっても天気がいいです。今日は丸一日ブダペストを観光できるので、まずは川の向こうにあるカフェで朝ごはんを食べてからブダ地区を散策します。ブダペストはこのドナウ川を挟んで左側がブダ地区、右側がペスト地区に分かれていて、ブダ地区には高台にある観光名所が多くて、ペスト地区はホテルやレストランが多く集まっています。おしゃカフェにやってきました。昨日暑さでへばってしまったので、今日は気合を入れて体内にフルーツとビタミンをブーストしていきたいと思います。ちょっとお値段するけど見た目は可愛いし味も美味しいので大満足です。ブダ城に向かって歩きます。高台にあるお城まではケーブルカーか歩くかのどちらかを選ぶことになります。私たちが降りてきた10時半頃にはケーブルカーに長い列ができていたので、乗られる方は早めに行かれた方がいいかもしれません。今ここから見えている橋はセーチェーニ鎖橋といって19世紀に建てられた有名な吊り橋です。ブダ城に到着です。お城の中庭も綺麗に整備されてます。この高台から見るドナウ川とペスト地区の景色がとっても美しいです。有名な国会議事堂も見えるので夜景を見るのも良さそうです。中は歴史博物館になってるみたいですが、今回はパスします。下りはゆっくり景色を見ながら歩いて降りたいと思います。次はブダ城の近くにある漁夫の砦というところに行ってみます。階段を上っていくと、まずはマーチャーシュ聖堂が見えてきました。現在はゴシック様式の教会ですが、オスマン帝国の支配下にはモスクに改装された過去もあるそうです。このいくつかの塔と回廊で構成された漁夫の砦は、どこを切り取っても絵になるフォトジェニックスポットでいっぱい写真撮ってる人がいました。1903年のハンガリー建国1000年を記念してネオロマネスク様式で建築されたそうです。よーく見ると教会の屋根のモザイク柄が可愛いです。対岸の国会議事堂に行くため地下鉄の駅に向かっていたら、ブダ地区を見渡せる展望台にやってきました。ハンガリーの地下鉄はエスカレーター結構速い説。不審者がいてちょっと怖かったですが無事に到着です。これが国会議事堂かって思ってたらめちゃめちゃ豪雨になったので、急遽カフェで休憩します。1時間ぐらい待機してたらようやく晴れました。このトラムリスボンのに似てて可愛いです。仕切り直して、これが世界で3番目に大きいハンガリーの国会議事堂です。中を見学するツアーはこの時点ですでに売り切れになっていたので、とりあえず外観を楽しもうと思います。ドナウ川沿いに遊歩道があるのでゆっくり歩いてみます。こちらは戦争中にここで銃殺されたユダヤ人犠牲者に捧げられたものです。この大きな大聖堂ではドームの上に登って街を見渡せるそうです。ウィーンに本店があるデンメアティーハウスにやってきました。ヨーロッパを中心に展開していて、日本には六本木に店舗があります。店内にはたくさん種類があって、全部の茶葉の香りをお試しすることができるようになってます。私はこのベリーの香りがするルイボスティーとピーチティーを購入しました。地下鉄に乗って街の少し外れにあるハンガリーの建国に貢献したと言われている方々の像がある英雄広場に来ました。小腹が減ったので何か軽食を食べます。入ってみると想像以上のおしゃれレストランでした。ここ
こでもハンガリー料理を食べてみたいと思います。そろそろ優しい味が欲しくてチキンスープヌードルとやっとハンガリー名物のフォアグラを食べます。プリプリで美味しそう。私実はフォアグラはあんまり得意じゃないんですが、このフォアグラは本当に臭みがなくて美味しいです。デザートにはハンガリー風パンケーキもいただきました。バスに乗ってまた中心部の方に戻ってきました。ブダペスト中央市場に閉店時間ギリギリですが滑り込みます。この市場は地下と地上階と2階の3つの階に分かれてます。見慣れない色のパプリカ。1階は主に新鮮なお野菜や果物、また缶詰とか調味料なども売ってます。この時間帯はもう閉まってましたが、新鮮なお肉やお魚は地下の階で売ってるそうです。この辺はお土産に良さそうなサイズのパプリカパウダーなどがたくさん売ってます。フォアグラの缶詰もたくさんありますが、高いのか安いのか。2階にはフードコートやその他お土産もあるみたいなので見てみます。この辺ではプレートランチやハンバーガーなどもいろいろ売ってました。お昼ご飯とかにちょうど良さそうです。閉まりかけてるお店も多かったので結局何も買わずでしたが十分楽しかったです。一旦ホテルに寄って晩ご飯に繰り出します。なんと夜はフォアグラで有名なコムシェソワさんにウォークインで挑戦です。奇跡的に運が良かったのか、なんと入れました。まずはビールとお通しをいただきます。サーモンのカルパッチョも新鮮で美味しいです。そしてフォアグラ、これは焼きリンゴと一緒にソテーされていて、フォアグラの素材の味が引き立っていてすごく美味しいです。満腹のまま小走りでクルーズ船の乗り場に来ました。今から8時45分発のクルーズ船に乗ります。これはワンドリンク付きで1時間ほどのナイトクルーズを楽しむツアーです。定刻よりちょっと遅れて出発です。このクルーズ船には屋根付きの席と屋根がついてない2階席があって、屋根がついてない2階席は満席だったので、私たちは船尾の部分から夜景を見ることにします。この日の日没が確か8時半ぐらいだったので、空の色が変わりつつあってすごく綺麗です。外の気温も涼しいし最高です。ちょっとずつ空の色が暗くなってきました。ブダペストはドナウの真珠とも言われるほど夜景が本当に美しいので、ブダ城の高台だったりブダ地区の丘の上から眺めるのもとても綺麗だと思います。朝訪れたブダ城も夜に川の上から見上げると雰囲気がまた違います。一番楽しみにしている国会議事堂が近づいてきました。この景色はもう言葉を失うくらい圧巻でした。ハンガリーは間違いなく私がもう一度訪れたい国ナンバー3にランクインします。では今回の動画はここまでです。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。少しでもいいねと思っていただけましたら高評価やチャンネル登録をよろしくお願いします。